ビュー。食材さんたちが腐っちゃった。あらら、腐っちゃったね。後で食べようと思って大事に隠しておいたんだけど、なんで食材さんたちって腐っちゃうんだろう。自分たちのことを忘れられちゃって悲しくなったからかな。確かにそれもあるかもしれないね。実はね、空気中にはたくさんの微生物さんが生きているんだよ。微生物さん？この微生物さんは食べ物にくっつくとどんどん数を増やそうとするんだ。そうなんだ。増えた微生物さんは食べ物を壊していって人が食べられないものへと変えていくよ。こうして変わってしまった状態を腐っているというよ。微生物さんの働きで腐っちゃうんだね。そうなの。じゃあ微生物さんたちはどんな時に元気に働くようになると思う？栄養がたくさんある時かな。キラリすごい、正解だよ。微生物さんがくっついた食べ物に栄養がある時に元気に働くんだ。なるほど。あとは食べ物に適度な水が含まれている時、食べ物の温度が微生物さんにとってちょうどいい時に元気に働くんだ。栄養と水分、温度がちょうどいいと微生物さんが元気に働くんだね。そうそう、そうやって微生物さんが元気にもりもり働いた結果がさっきのキラリのリンゴとみかんだね。トゥインクルさんの魔法の出番だね。これから魔法で腐っちゃう前に戻るよ。キラリ捕まって。トゥインタイムワン。はい、過去に戻ったよ。さてキラリ、どこに隠してたのかな？ここだよ。あ、ここか。はい。わよい、それじゃあ今日はこのリンゴとみかんが長持ちする保存食を作っちゃうよ。ー、保存食？保存食っていうのはね、常温で置いても長く日持ちするように工夫した食品のことを言うよ。キラリ、どうしたら食べ物は長持ちするようになると思う？腐っちゃうのは微生物さんがたくさん働く時だから、微生物さんがあんまり働けないようにしたらいいんだ。そうそう、キラリの言う通り、微生物さんが元気に働かないような状態にすれば腐るのも遅くなるんだ。でも、栄養をなくすってどうしたらいいのかな？そうだね。どの食べ物にも栄養が含まれているから栄養をなくすことは難しいよね。微生物さんは寒いところでは働きにくくなるから冷蔵庫に入れておくのがいいよ。残りは水分だね。水分をなくすことできるかな？よし、今日は水分をなくすことをテーマに保存食を2つ作ってみよう。わーい、楽しみ。いくよキラリ。イエスクッキングショータイム。まずはリンゴから。リンゴを乾燥させてカラカラにしてみよう。乾燥させる方法はお日様の光を当てて天日干しにする方法があるけど、日本の天気は変わりやすいから天日干しにするのはなかなか難しいんだ。だからね、オーブンやレンジでじっくりと乾燥させるのがおすすめだよ。よし、じゃあリンゴチップスを作ってみよう。リンゴチップス。材料はリンゴ1個だよ。リンゴは縦半分に切ろう。半分にパカそしたらリンゴの芯の部分を取り除くよ。スライサーを使い薄くスライスしよう。いい音がするね。手まで切らないように気をつけてね。そしたらキッチンペーパーで水気を拭き取るよ。ふき。クッキングシートに重ならないように並べていくよ。並べるよ。500ワットのレンジで2分加熱しよう。レンジで2分。2分経ったらお箸で裏返すよ。はい、さらに2分加熱するよ。もう一回2分。まだしんなりしてたら20秒ずつ加熱して様子を見てね。すごいパリパリだ。リンゴの厚さやレンジによって加熱具合が変わるので、焦がさないように様子を見ながら確認しようね。イエスわーい、リンゴチップスの出来上がり。
次はみかんをみかんジャムにしちゃうよ。ジャム、うん、あれれ、でもジャムって水分カラカラじゃないよ。いい質問だね。確かにジャムはドロッとしてるから水分があるように見えるよね。このドロッとしてるのはね、お砂糖と水分が結びついたものだよ。お砂糖にはね、食べ物の水分を吸収して抱え込む吸水という性質があるんだ。吸水？そうなの。お砂糖が食べ物の水分を奪ってくれるから微生物さんが活動しにくくなるんだよ。お砂糖が水分を吸収するの？お砂糖さんすごいよね。お砂糖さんすごいすごい。ね、よし、みかんジャムを作ってみよう。みかんジャム。でいん、用意する材料はみかん 2,3 個約 100g、 みかお砂糖 40g、 ん、お砂糖、レモン汁小さじ1だよ。レモン汁。全部あるかな。作り方だよ。まずお水でよく洗ったみかんを用意するよ。赤、縦半分に切るよ。次は包丁を両側から V の字に入れてヘタの部分を取り除くよ。オレンジ色で綺麗だな。反対側のおへその部分も取り除くよ。切り口を下にしたらさらに斜めに包丁を入れて3等分に切るよ。3等分だね。端から薄く3ミリ幅ぐらいに切っていくよ。いつも皮は捨てちゃうけど皮ごと使えていいね。耐熱のボウルにみかん、お砂糖 40g、レモン汁小さじ1を入れてお砂糖が見えなくなるくらいまで混ぜるよ。混ぜ混ぜ。そしたらふんわりとラップをしてレンジで3分加熱するよ。ふんわりだね。そうそう。レンジで3分。はい、3分経ったよ。熱いから気をつけてね。ラップを外して軽く混ぜるよ。とってもいい匂いがするよ。いい匂いがするね。次はラップを外してまた3分加熱するよ。また3分だね。水分が残っていたらもう1分加熱しよう。すごい、トロトロしてきたよ。冷めるととろみが出てくるので加熱のしすぎには気をつけようね。じゃーん、みかんジャムの出来上がり。パンパカパン。ででーん、できたよ。わーいわーい。よし、じゃありんごもみかんも長持ちするようになったし、そろそろ元の時間に戻ろっか。いくよ。タイムワン。戻ってきたよ。りんごとみかんはどうなってるかな。ここだよね。お、わわわわー。腐ってない。やった保存食ってすごいな。昔は冷蔵庫がなかったから食べ物を無駄にしないようにといろいろな方法を考えたんだよ。なるほじゃあお腹も空いてきたことだし早速食べてみようか。ど。やったー。いただきます。まずはリンゴチップス。ハコハコパリパリ。パリパリ。おいしい。甘みがぎゅーっと詰まってる。お次はみかんジャム。うわーねえ、いい香りがするね。よーし、たっぷりトーストにのせて。香りがとってもいいね。そうだね。いただき。おいしい。買ったジャムだわ。ヨーグルトとかアイスのトッピングにもね合うと思う。今度からは隠す前に保存食にするね。また隠すの？他にも食べ物を長持ちさせる方法がいろいろあるよ。まずはお漬物。食べ物をお塩につけて作るんだけど、お塩は食べ物の中の水分を抜いてくれるんだ。お塩が？ねえ、すごいよね。それからオイル漬け。食べ物を油でコーティングすると食べ物が空気に直接触れなくなって微生物さんがくっつきにくくなるよ。油が壁になってくれるんだね。食材の保存方法では冷凍保存もいいよ。冷凍保存。冷凍すると微生物さんが寒いよって働けなくなるから長く日持ちするよ。なるほど。その他にも袋の中の空気を抜いて真空パックにする方法もあるよ。真空パック？真空パックにすることで食べ物が直接空気に触れることがないから微生物さんがくっつかないよ。だから腐りにくくなるんだ。すごい
すごい。こんな風に私たちはいろいろな方法で食べ物が腐るのを防いでいるよ。みんなもいろいろ調べてみてね。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。他にも保存食はたくさんあるからいろいろ調べたりまとめたりするのも楽しいよ。そうだね。キラキラ魔法学校の自由研究にぴったりだ。ね、みんなの作ってみたいお料理もトゥインクルさんとキラリに教えてね。待ってるよ。バイバーイ。キラキラリン。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてほい。下だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな？じゃあまたね。キラキラリン。